1995年10月、イギリス、バーミンガムで起きた一つの事件が、ある男の人生を24年間にわたって奪い続けた。2026年3月、ロンドンの高等裁判所、傍聴席は静まり返っていた。裁判官が判決を読み上げる声だけが、冷えた空気の中に響いた。被告人を無罪とする。その瞬間、法廷の後方からおえつが漏れた。男は両手で顔を覆い、肩を震わせた。隣に座っていた支援者が、そっと背中に手を置いた。誰も言葉を発することができなかった。男が立ち上がり、振り返った。そこには高齢になった母親がいた。二人は何も言わずに抱き合った。ただ、泣いた。ただ、泣き続けた。法廷の外に出た男に、法医学者の女性が静かに近づいた。彼女は穏やかな声でこう告げた。あなたを24年間閉じ込めた検視記録は、偽りでした。その言葉が、全てを物語っていた。男が最初に逮捕された時、彼は30代の普通の市民だった。近所に住む8歳の少女が突然亡くなり、当時の検視官が作成した記録が唯一の根拠となって、彼は犯人と断定された。だが2026年、当時の検視官はすでにこの世を去っていた。その弟子である新進の法医学者が、保管されていた組織サンプルを再分析した。その結果は衝撃的なものだった。死因は、全く別のものだったのだ。なぜ記録は書き換えられたのか。誰が、何のために、すべての疑問は、あの平穏な日々へと遡る。事件が始まる前、男はごく普通の毎日を送っていた。1995年、イギリス北部の小さな町。そこに、一人の男が暮らしていた。名前はマイケル・ドーソン。当時38歳。朝は決まって6時に起きた。コーヒーを一杯入れ、窓の外を眺める。それが、彼の毎朝の習慣だった。仕事は地元の建設会社に勤める現場監督だった。頑固だが、仲間思いだと評判だった。部下からの信頼は厚く、上司からも一目置かれていた。妻のサラとは10年以上連れ添っていた。口数は多くないが、穏やかで優しい男だったと、近所の人々は口を揃えている。子供はいなかった。でも、いつかは父親になりたいと思っていた。妻とそんな話を、夜ごとしていたという。週末になれば、近所の子供たちが彼の家の庭に集まった。サッカーボールを蹴ったり、バーベキューをしたり、彼はいつも笑いながら、子供たちの輪の中心にいた。誰もが彼を、いい人だ、と思っていた。疑う理由など、何一つなかった。夢はいつか自分の家を建てることだった。土地もすでに目星をつけていた。設計図を自分で描いていたと、妻は後に語っている。その夢が、突然断ち切られる日が来るとは、誰も想像していなかった。平穏な日常は、ある秋の夕暮れに終わりを告げた。それは、近所で8歳の少女が冷たくなって発見されたという知らせだった。平穏な秋の夕方だった。1995年、イギリス北部の小さな町、住宅街の路地で、8歳の少女が倒れているのを近所の住人が発見した。少女の名前は、地域の誰もが知っていた。明るくて、よく笑う子だった。その日も、学校帰りに一人で歩いていたはずだった。発見された時、少女はすでに息をしていなかった。外傷は、一見してそれほど目立たなかった。しかし、その小さな体には、何かが起きた痕跡が残っていた。警察はすぐに周辺の聞き込みを始めた。そして、一人の男性に目が向いた。当時42歳。少女の自宅から歩いて数分の場所に住んでいた。男性は、その日の午後、近くを歩いていたと複数の住人が証言した。少女と言葉を交わしたことがある。とも、それだけだった。それだけだったのに、決定的とされたのは、検視官の報告書だった。少女の死因は、外部からの圧力による窒息、他者による行為である可能性が高い、とされた。その報告書が、捜査の方向を一気に固めた。男性には、アリバイを証明できる人間がいなかった。自宅に一人でいたと言ったが、それを裏付ける証拠もなかった。状況は、静かに、しかし確実に彼を追い詰めていった。自分は何もしていない。彼はそう繰り返した。しかし、その言葉を信じてもらえる状況ではなかった。検視記録という科学的事実が
すでに存在していたから、逮捕状が出たのは、事件から間もない頃だった。手錠をかけられた瞬間、彼の人生は止まった。妻が描いていた設計図も、共に夢見ていた家も、その日から遠い話になった。裁判は、果たしてどのように進んだのか。逮捕状が執行されたのは、ある朝のことだった。ドアを叩く音。開けた瞬間、制服姿の警官が立っていた。同行を求める。彼は何も言えなかった。ただ、妻の顔を一度だけ振り返った。その表情は、今でも彼の記憶に焼き付いている。取り調べ室での尋問は、長時間に及んだ。刑事たちの質問は、すでに結論ありきだった。なぜ、あの子の近くにいたのか。なぜ、第一発見者が君なのか。言葉の一つ一つが、罠のように積み重なっていった。彼は何度も同じことを言い続けた。自分は何もしていない。しかし、その言葉は誰にも届かなかった。なぜなら、検視記録がすでにあったからだ。担当検視官が作成した公式文書。そこには、他者による暴力的な介入の痕跡あり、と明記されていた。科学的根拠に基づく、公式の記録。陪審員たちの目には、それが、真実、として映った。弁護側は反論を試みた。目撃者がいないこと、物的証拠が乏しいこと、動機が不明確なこと。しかし、検視記録という、科学の言葉の前では、全てが霞んだ。裁判はわずか数週間で結審した。評決が読み上げられた時、法廷は静まり返った。有罪。その一言が、彼の人生を全て塗り替えた。1995年、彼は終身に近い刑を言い渡された。8歳の少女の死に対する責任者として、閉じた法廷の扉の向こうで、妻は泣き崩れた。彼は振り返ることができなかった。手錠の冷たさだけが、現実だと教えてくれた。こうして、彼の24年間が始まった。鉄格子の中で、時間だけが静かに流れ続けた。鉄格子が閉まる音は、思ったよりも静かだった。金属が噛み合う。小さな音。それだけで、外の世界が消えた。最初の夜、彼は眠れなかった。天井を見つめながら、裁判の言葉を何度も反芻した。有罪。その2文字が、頭の中で繰り返された。刑務所の朝は、早い。点呼、食事、作業、消灯。毎日が、寸分の狂いもなく繰り返された。感情を持つ余裕さえ、奪われていくようだった。2年目に入った頃、妻からの手紙が途絶えた。3年目には、旧友の名前を思い出せなくなった。時間というものは、記憶を静かに溶かしていく。それでも、彼には1枚の写真があった。家族が笑っている。ありふれた写真だ。色が褪せても、折り目が増えても、彼は捨てなかった。捨てることが、負けだと感じていたから、俺はやっていない。声に出して言える場所は、なかった。独房の中で、ただ心の中で繰り返した。その言葉だけが、彼を人間としてつなぎ止めていた。10年が過ぎた頃、ある変化が訪れた。刑務所内の図書室で、一冊の法医学の本を手に取った。読み進めるうちに、震えが止まらなくなった。あの夜の検視記録と、書かれている内容が、あまりにも違っていた。希望とは呼べない。ただの疑問だったかもしれない。しかし彼は、その疑問を手放さなかった。24年という時間は、人を壊すこともできる。だが、彼の中の一点だけは、ずっと燃え続けていた。真実を知っている者が、この世界のどこかにいるはずだ。そう信じることだけが、明日への理由だった。そして、その信念は決して一人のものではなかった。彼が諦めなかった間、外の世界でも諦めなかった人たちがいた。外の世界にも、諦めなかった人たちがいた。まず、彼の家族だった。妻は、夫の無罪を信じ続けた。子供たちは、父親の顔を忘れなかった。社会からの冷たい視線を受けながらも、彼らは声を上げ続けた。あの人は、やっていない。その一言を、何千回繰り返しただろうか。次に、一人の弁護士がいた。彼女は、事件の記録を初めて見た瞬間から、違和感を覚えたという。証拠の積み重ね方が、あまりにも不自然だった。証言の整合性が、どこかで崩れていた。それでも当時の裁判所は、誰もその疑問を拾わなかった。
彼女は自費で資料を集め、専門家に意見を求め続けた。何年もの間、誰にも注目されない作業だった。それでも、彼女は止まらなかった。そして、ある市民団体の存在があった。誤った司法判断による被害者を支援するその団体は、この事件に目を留めた。彼らは古い記録を掘り起こし、当時の法廷での証言を一つ一つ検証した。膨大な時間と、膨大な労力だった。しかし、彼らには確信があった。記録のどこかに、矛盾がある。24年という歳月の中で、外の世界も動き続けていた。沈黙の中にも、静かな戦いがあった。見えない場所で、真実を求める手が動いていた。そして2026年、その手が、対である一点に触れた。それは、長年誰も開かなかった古い保管箱の中にあった。最初の検視で採取された、組織サンプルだった。新しい目が、そこに向けられようとしていた。古い保管箱が、静かに開けられた。誰も触れなかった24年間の時間が、そこに封じ込められていた。法医学者の名前は、アリソン・ハート。彼女は個人となった初代担当検視官の元教え子だった。その事実が、後に大きな意味を持つことになる。ハートは当初、単なる過去事例の再検証として依頼を受けた。特別な期待があったわけではなかった。しかし箱を開けた瞬間、彼女の手が止まった。ガラス瓶の中に、組織サンプルが残っていた。1995年の初期検視で採取されたオリジナルの標本だった。通常、これほど古い検体は廃棄されている。しかし何らかの理由で、それは残っていた。偶然か、あるいは誰かの意図か。ハートは直ちに再分析を開始した。最新の法医病理学的手法を用いた詳細な組織検査だった。結果が出るまでに数週間を要した。そしてレポートが完成した時、彼女は長い沈黙の後、こう記した。死因は、当初の記録と根本的に異なる、初代検視官が記した死亡原因。それは、意図的な窒息死とされていた。しかし再分析の結果が示したのは、急性の心疾患による突然死だった。他者の関与を示す痕跡は、組織のどこにも存在しなかった。さらに重大なことが浮かび上がった。元の検視記録には、意図的に省かれた所見があった。記録の一部が書き換えられた形跡があった。調べ作ではなく、革新的な改ざん。ハートはそう結論付けた。この発見は、静かに、しかし確実に司法の扉を叩いた。再審請求の準備が、ついに動き始めた。24年間閉ざされていた扉が、今、ひしみながら開こうとしていた。再審請求の準備が、動き始めた。2026年、ハートの鑑定書は、正式に裁判所へ提出された。30ページにわたる報告書の一項一行が、24年前の判決を静かに、しかし確実に揺さぶっていた。弁護団は即座に動いた。新たな証拠として、組織サンプルの再分析結果と、改ざんの痕跡を示す筆跡鑑定書が添付された。法廷の空気は、初公判の人は明らかに違った。検察側は抵抗した。24年前に確定した判決を覆すには、証拠が不十分だ、と主張した。しかし裁判官は静かに首を横に振った。証拠は十分だった。むしろ、あまりあるほどだった。公判は3日間続いた。ハートは証言台に立ち、淡々と事実を述べた。感情はなかった。ただ、科学があった。死因は、窒息ではありません。その一言が、法廷に落ちた。静寂が広がった。傍聴席の誰もが、息を飲んだ。そして、判決の日が来た。裁判官は読み上げた。本件における有罪判決は、根拠を失った。被告人の無罪を、ここに確定する。グレアも当たったまま、動かなかった。泣かなかった。ただ、目を閉じた。24年分の時間が、音もなく流れていった。廊下でハートが待っていた。彼女は静かに言った。あなたを閉じ込めた記録は、偽りでした。それだけだった。しかし、無罪が確定したその日、誰もが気づいていなかった問いが、静かに浮かび上がってきた。では、あの日本当に何が起きたのか。そして、本当の真実を知っていた者は、今もどこかに生きているのか。無罪が確定した翌日、マークは、24年ぶりに自分の足で、自由な朝を迎えた。
刑務所の門をくぐった瞬間、空気の匂いが違った。それだけが現実だと教えてくれた。しかし、喜びは来なかった。涙も来なかった。ただ、静寂だけがあった。24年という時間は、単純に、失われた、とは言えない。それは、人間の内側に深く刻み込まれるものだ。20代で連行され、40代で釈放された男に残されたのは、戻らない青春と、どこにも置けない怒りだった。国は保証を提示した。金額は大きかった。しかし、マークは記者会見でこう言った。金で、何を買えますか？ 24 年を、誰かが返してくれるのですか？会場は、静まり返った。体への影響も深刻だった。慢性的な睡眠障害、閉鎖空間への強い恐怖、人混みの中でパニックを起こすことも珍しくなかった。専門家は PTSD と診断した。しかし、診断名がついても苦しみの輪郭は変わらなかった。一方で、変わったものもあった。法医学の再審査制度が見直された。検視記録の二重確認が義務付けられた。ハートの証言は、制度そのものを動かした。それでも、マークが最も苦しんだのは、別のことだった。あの夜、本当に何が起きたのか、誰が、なぜ記録を歪めたのか、その問いに、まだ答えは出ていない。真実の半分は、取り戻された。しかし、残りの半分は、まだ闇の中にある。エピローグで、その闇に一つだけ、光が差し込む。マークが釈放されたのは、2026年の春だった。刑務所の門を出た彼は、しばらく空を見上げていた。誰も声をかけなかった。ただ、風だけが吹いていた。24年間、彼が失ったものは、時間だけではない。名誉があった。家族があった。そして、誰かに信じてもらえる機会があった。ハートは言った。記録を疑うことが、私の仕事だと思っていた。と、しかし、彼女が問い直したのは記録だけではなかった。あの夜、誰かが意図を持って真実を書き換えた。その人物は、もうこの世にいない。動機も、理由も、永遠に語られることはないかもしれない。それでも、一つだけ確かなことがある。誰かが疑い続けたから、真実は戻ってきた。あなたが今、信じて疑わないものの中に、歪められた記録が混じっていないと、誰が断言できるだろうか。正義は、待っていても来ない。問い続ける人だけが、引き寄せることができる。